1954年3月1日、アメリカは自分が作った水爆の威力を見誤った。予測は5から6メガトン。ところが実際には15メガトン。想定の3倍近い爆発だった。このたった一つの計算違いが海のどこまでを汚すのかを変えてしまう。そしてその灰の下にいたのは第五福竜丸だけではなかった。冷戦の最中、アメリカは太平洋のマーシャル諸島ビキニ環礁で新たな水素爆弾の実験を繰り返していた。作戦名はキャッスル。その口火を切ったのがコードネームブラボーと呼ばれる実験である。この日、アメリカ軍は自らカメラを回し、自らその成功を記録した。整然と誇らしげにまとめられた公式の報告映像。だが、同じ頃作られた別の文書には全く違うことが書かれていた。ブラボーの威力は15メガトン。広島に落とされた原子爆弾のおよそ1000倍にあたる。閃光は水平線を白く染め、火の玉はみるみる膨れ上がった。この爆発の規模は、当時人類が生み出した中でも最大級のものだった。しかし、問題はその大きさそのものではなかった。問題はアメリカ自身が、その大きさを事前に正しく見積もれていなかったということである。アメリカ原子力委員会の議事録には、その誤算の理由が記されている。原因は、爆弾に使われた燃料そのものにあった。設計者たちの計算では、燃料の一部はほとんど反応せず、ただそこにあるだけのはずだった。ところが実際には、その反応しないはずの部分が、爆発の最中に反応を始め、威力を何倍にも押し上げた。予測5から6メガトンが、実際15メガトン。机上の数式が見落とした分だけ、爆発は大きくなった。そしてその見落としは、爆発の大きさだけの問題では済まなかった。ではなぜ見誤ったのか。この水爆の燃料にはリチウムと水素を合わせた物質が使われていた。リチウムには2つの種類がある。よく反応するリチウム6と反応しにくいと思われていたリチウム7。設計者たちはリチウム6の分だけを計算に入れ、リチウム7はいわばただの重りだとみなしていた。ところが、爆発の瞬間飛び交う中性子を浴びたリチウム7はそれを吸収して分解し、新たな燃料を生み出した。爆弾は設計者の想定を超えて自らを燃やし続けた。誤算は油断でも事故でもない。分かっているつもりの物理の中に空いた空白だった。そしてその空白は地図の上に現れた。実験の前、アメリカは海の上に一本の線を引いていた。立ち入り禁止の危険区域。その外側にいれば安全なはずだった。だがその線は5から6メガトンの爆発を想定して引かれていた。実際の威力はその3倍近く。放射性の硬化物は線の遥か外まで運ばれた。国防関連の報告書は、15メガトンの地表爆発が5000平方マイルを超える範囲に致死的な灰を降らせうると記している。当初の危険区域はおよそ5万7000平方マイル。事故の後、アメリカはそれを57万平方マイルへと、実に10倍に広げた。その線の外に人が暮らしていた。爆心から東に離れたロンゲラップ環礁。爆発の数時間後、空から白い粉が降り始めた。それが放射性の硬化物、いわゆる死の灰だと、島の人々は知らなかった。子供たちはそれを雪だと思い、肌にこすりつけ、口に入れた者もいた。アメリカ海軍の退避報告書によれば、島で計測された放射線量は極めて高く、住民は爆発の数日後に島から運び出された。一時的な移住だと告げられた人々を、その後長い年月が待っていた。被爆した島民に対して、アメリカはある計画を立ち上げた。名前はプロジェクト 4.1。そのタイトルはこう読める。高い威力の兵器から生じた硬化物により、相当量の放射線にさらされた人間の反応に関する研究。この指令書には、目的が被爆した島民を研究の対象として観察することにあると記され、その内容は知る必要のあるもの以外には明かすなと注意書きが添えられていた。手当てを受ける患者であると同時にデータを取られる対象でもあった。それが文書に残された事実である。島民のその後をたどると話はここで終わらない。退避の翌年、アメリカ自身の記録は、島の北部も肩の海も住民にはまだ危険だと認め、完全に安全になるにはあと1年はかかると見ていた。退避から3年後の1957年、アメリカはロンゲラップはもう安全だと宣言し、人々を島に帰した。だが、土も井戸もそこで取れる食べ物も放射能を帯びたままだった。
体の不調や流産が続いたと記録は伝えている。そして1985年、島の人々はこれ以上、政府の判断を待ってはいられないと自ら決断し、外部の支援を受けて、2度目の島を離れた。何世代にもわたって暮らした故郷は後に残された。安全だという宣言もまた一つの見積もりに過ぎなかった。灰が降ったのは島だけではない。同じ爆発の灰は、島よりもさらに東の遠い海にも降った。そこで操業していた日本のマグロ漁船第五福竜丸も、またその白い灰を浴びた。23人の乗組員は被爆し、半年後、無線長の久保山愛吉さんが亡くなった。港に水揚げされたマグロからは放射能が検出され、日本中が動揺した。だが、当時表に出たのは、この第五福竜丸の話が中心だった。他の船はどうだったのか。その問いに、国は長い間明確な答えを出さなかった。その手がかりは、事故の年からすでにあった。1954年、政府がまとめた予備費の書類は、放射能で漁獲を廃棄した船を、第五福竜丸のほか32隻、合わせて33隻と記していた。だが、それが被害のすべてではなかった。全体像が出てきたのは、事故から60年以上が過ぎた後だった。2015年、日本の水産庁は情報公開の請求に応じて、当時の行政文書を開示した。そこには漁獲物を廃棄した船は、992隻に上ると記されていた。1954年の書類にあった33隻は、後に明らかになる被害のごく一部でしかなかった。長く表に出てこなかった被害の規模が、政府自身の古い書類の中からようやく明らかになったのである。では、この被害はどう決着したのか。事故の翌年、1955年、日米両政府は一つの取り決めを交わした。アメリカは日本に対し、200万ドル、当時のおよそ7億2000万円を支払う。ただしその名目は、賠償ではなく行為による見舞金とされた。そしてこの支払いと引き換えに、日本はこの件に関する一切の請求権を放棄した。一つの政治的な線引きで事件は幕を引かれた。被害の全体像がまだ明らかにもならないうちに。この決着は国会でも議論になった。1955年1月、参議院の委員会では、議員が政府を追及し、この件に関する決議も行われている。争点は金額だった。見舞金200万ドル、およそ7億2000万円は、日本側が見積もった損害の額と比べてあまりに少ない。それが追及の中身だった。これに対し、当時の外務大臣重光葵は、国会でこう説明した。公海での核実験に対する保障には国際法上はっきりした定説がない。だからこそ賠償ではなく見舞金として手を打ったという趣旨である。会議録にはそのやり取りがそのまま残されている。金額の正しさそのものが議論のまな板に上る前に話はまとめられていった。幕は引かれても被爆の影響は消えなかった。ロンゲラップの人々を長年追跡したのは、あのプロジェクト 4.1 の流れを組むアメリカの研究機関だった。その報告書は年月とともに現れた健康への影響を記録している。とりわけ甲状腺への影響は深刻だった。被爆した当時幼かった子供たち29人のうち20人に甲状腺の異常が認められたという。海の向こうで机上の数式が見落とした分は、こうして人の体の中に何十年も残り続けた。ここでもう一度冒頭の映像を思い出してほしい。アメリカ軍が自ら撮り、自らまとめたあの公式の報告映像。そこでは実験は整然と成功として語られていた。だが、同じ政府が同じ時期に作った機密の文書には、威力の誤算、危険区域の破綻、被爆した島民、そして伏せられた船の数が記されていた。見せるための記録と隠すための記録。その二つが今、同じテーブルの上に並んでいる。はじめに話した海の上の線を思い出してほしい。この外にいれば安全、そう決められた境界。それは間違った数字から引かれていた。線は後で動かされた。57,000平方マイルから57万平方マイルへ。実に10倍に。だがそれは、すでに灰が降った後だった。数式が見落とした分は、地図の上では後から書き直せる。けれど、その線の外で灰を浴びた人々の時間は書き直せない。本動画は、アメリカ政府が機密指定を解いた原子力委員会や国防関連の文書、そして日本の水産庁が開示した当時の行政文書国会の会議録など、
日米両政府の公式記録に基づいて構成した。本チャンネルは政府が自ら公開した記録を公式の記述に忠実に紹介していく。これからも世界各地各年代の記録を一件ずつ辿っていく。